皆さん皆さん、今回は僕らのうちの庭から動画を配信してます今これ日本庭園で、今ちょうど庭師の方が来ていただいて剪定してもらってる感じですごい綺麗なところなんですよ。田舎はいいですよで、今回の動画はオリが免許を当然持ってるんですが、免許を持ってないと運転できないんで免許を持ってるんですが、どうやってオリがその免許を取得したのか。実は日本で免許を取得したんだよね。説明をします。皆さん説明をします。そして日本のバイク文化についてオリがどう思ってるのか、いろいろ聞いてみましょう。僕たちはコロンビアと日本の国際カップル。旅とバイクが大好きで、最近レストアし終わったバイクとバスを改造して作っているキャンピングカーで日本一周を目指しています。後ろにあるバイクがオリのバイクです。そうです。僕の本当はバイクにしたかったんですよ。あれ GB250 クラウンマン、すごいかっこいいんですよ。の初期型です。不動車をレストアしてここまでになりました。そして今からツーリングに行こうっていう段階なんですが、なぜオリがバイクに興味を持ったのか。Actually, at the beginning, I didn't like bike at all, or at least I was not interested in bikes. But I met this wonderful guy here, and that's how everything started, right? だいぶ僕が影響を与えたみたいです。一番最初は日本に来た時ね。そうね。2015年。2015年。その前にフランスで僕ら知り合って、そのまま付き合って、で、僕の親父が亡くなったっていうんで、僕が一回帰ったんです。その後私も日そう本に来た。で、その後オリが来てくれて、で、そこでオリがせっかく来てくれたから、じゃあ旅行しようってなったんですよね。で、旅行じゃあ飛行機で行く、北海道とか行くの沖縄とかいいよね、新幹線何がいいってなって、親父のバイクがあるとこれを乗ろうってなったんですよ。で、2人でね、じゃあバイクで東京からずっと西側、そう神戸まで行ったんですよ。下道でずっと、しかも直線で行ったんじゃなくて伊豆の方までこう行って、下田まで。そうで、あんまりお金もないからAirbnb とか民泊ね、民泊とあとカウチサーフィングっていうタダで泊まらさせてくださいって言ってこう泊まらさせてもらったりしながらね。そう、すごい楽しかったね。すごい楽しかった。 We made wonderful people。すごい。もうオリその時ショートパンツ履いてたんですよ。本当に皆さんショートパンツでバイクに乗るもんだからすっごい日焼けしちゃって。 I think people think I was crazy, right? そうね。そう、しかも夏だったからね、あれ。そう、夏ね。で、それが一番最初にオリがバイク好きになったね。その時好きになった。そう。なんでかっていうと、オリの性格上なんかもう自分でやらないと気が済まないんですよ。僕が何かやってるともうオリが私もやるってなるんですよ、絶対。 It's the same the other way. It's the same いやいやいや、オリほどじゃない。オリすごいんですよ。だからもう僕がバイクに乗るじゃないですか。そうすると私も運転したいってなってくるんですよ。そう、もちろん囲みました。だから自分のそこでバイクを持ってみたいっていう思いを持ち始めました。その後フランスに戻りました。で、フランスに住んでたんで、一番スクーター買いましたね。そう、僕のキムコっていう郵便局のスクーター300ユーロぐらいで買って、まだそれもボロボロだったんですよ。黄色いすっげえかっこ悪いやつ、でそれで僕建築事務所に壊れたそれで壊れたんですよ。壊れて、で僕当時建築事務所で働いてたんです。それ郵便局のバイクでこうやって行ってたんですよ。で、ある朝壊れて行けなくなったんです。うわ、やべえってなって、もう電話して、すいません今日行けません。だけどもう向こうでもう直すとすごい高いんで、あんまりお金なかったんで、もうこれは直すしかないってなって。 We had to do something, yeah. そうね。 But at the time it was mostly Kaito fixing the bike, right? With some help from our neighbors at the time that used to know like a lot of about motorbikes. そうそうそう。 We had no idea what we were doing at that time. Really no idea. 俺もね、もう何も知識がなかったんで、でバラバラにして、でエンジン開けて、ピストンまで、そうピストンまで、でピストンリングと交換したんですよ。初めての。それはね、もう一人でやったね。そうで、それ家の中でやってたんですよ、またフランスの。で、オリはその時はね、見てるだけだったね。時々ヘルプね。そう、時々助けてくれた。助かりましたで、ね。そういうのをずっとオリは見てたんですよ。僕がバイクをこう、自分で直すのも。で、オリとしては多分これ自分で直せんのバイクみたいな。I think what was like the fun part, it was like when you see it come all together, when you fix the bike and then you see that the bike works. That's amazing. そうね。That was like what I liked the most, and probably that's when I started liking motorbikes. そうね、そうそうそう、そういう経験をもう見てるんで、間近で見て、でさらに興味を湧く。そして
また次の年の夏かなにまた日本に帰ってきたんですよ、そのたんびにやっぱ親父のバイク僕すごい大切にしてたんでバイクバラバラにするんですよ一回。怖かったねその時。その時怖かった。何も知らなかった。何も知らなかったんで、もうなんていうのこれタンクを取るのも怖かったですからね。タンク取ったりキャブレター取ったりタイヤ交換したね。タイヤ交換したり、オイル交換したりっていうのを自分でもう誰もね手伝ってくれないで自分でやり始めたんですよ。でその時にオリが私も手伝おうかって言って家でね静かにしてるのつまんないから手伝おうかって言って初めて一緒にやり始めたんですよ、スポークとかこうやって一生懸命一緒にきれいにしたりして、そうしたらもうそこからだね。 I started liking, yes. But I wanted to ride my own motorbike. そうね。日本に住もうってなってで僕ら一回東京に来ましたフランスから。でその時に、僕の親父の同級生からバイクがあると、もう古い動かないバイクがあるんだけどいるかって言われて、でうわ欲しいですって言ったのがもらいましたね。あれですよ、 TL125cc、山のオフロードのバイクなんですけども、 It hadn't moved for 10 years, for over 10 years. It was parked そうね、そう、in his garden, yes. かっこいいんです。それをオリがもらったんですよ。そうすごい。オリにあげるって言われて、そんですごい可愛がってもらって、オリもオリアナズバイク。でその人の家に何回も行って直してバラバラにして、エンジンかかったんだよね。La moto prendió. Caitiño. It was my first bike. I was so happy. So happy. けど免許ありませんでした。そう。オリアナまだ免許はないから。Statistico, man. I had my bike, but not driver's license. Like. それで直してで山口へ引っ越してきたんです。でバイクも送ったんですよ。その後カイトからプレゼントもらいました。そうです。すごいプレゼント for Valentine's Day. Do you remember? そうね。これですね。覚えてる？覚えてますよ。本当に？覚えてます。何か書いてあります。何書いたかはあんまり覚えてないけど。Let's get your bike license. Happy Valentine's with love, Kaito. お February 14, 2019. So this was my ticket to get my driver's license. すごい嬉しかった。すごい本当に全部覚えてる。僕の夢だったんですよ。オリが自分のバイクを運転して僕も自分のバイクを運転して、それでツーリング行くっていうのがね、もう早く免許取ってもらいたくてそれでプレゼントしました。そうね。もう完全に僕はだけどあげたこと忘れてましたなのでこれプレゼントしましたけどすぐに免許取ったわけではありません。全然忘れません。それで山口来ました。山口来て、僕はいろいろねこう仕事とかもあったんでやりたいこといっぱいありましてやってました、でオリはやることないはつまんないってなってる時に It was time for me to cash in my ticket, so of course I show it to Kaito and hey, have you forgotten about this? で俺は思い出したわけで、あこんなものがあったとプレゼントしたと。でそこからじゃあ教習所ですよ。一発で受けてもよかったんですけど、やっぱ教習所でちゃんと習わせようと思って、ね。ただ問題があるわけです。オリその時日本語先生ダメでした。全然ゼロです。今そうですけど、その時全然ダメね。そう全く本当にゼロの状態だったんで、これ教習所ちょっとどうしようと思っていろいろ調べたら英語喋れる教官がいる教習所があると。なかった。山口じゃないとやっぱ田舎なんでないんですよ。うわしまったと。でもう電話して直接行ったのか、行って一緒に行ってすいません日本語喋れないですけど大丈夫ですかって言ったら、いやちょっと通訳の方がいればじゃあ僕が常にいるんで、すごい優しいなので来てくれましたね。時々来てくれました。ドキドキじゃない。何言ってるいつもじゃない。本当いつもじゃない。I remember sometimes I went on my own, but when it was something really important, something that I really had to get it right, you came. あそうかもしれない。だから最初のうちはでもあれ何回も行くじゃないですか。最初のうちは行ってあげてたんです多分でそのうちオリもすごいんですよ。やっぱりラテンだからもうすごいフレンドリーにこう話すわけ、教習所教官と、だから教官とかもなんかすごくこう乗り気になって会話はできないんだけど
もうジェスチャーとか And he was really kind, and he spoke like very clear Japanese, very slowly for me to understand, and it was the same for me. Like I tried to speak easy English, you know, and we managed. We found a way to communicate and just to understand each other. これすごい面白いのがやっぱラテンだなって思ったのが教官にですよ、まさかのまあ、言われるわけじゃない。例えば一本道とか何秒で渡ってくださいとか言われるわけですよね。でやるじゃないですか。でオリが教官に言うわけです。じゃああなたもやってみなさいよとあなたが何秒以上40秒の上40秒以上プレゼントあげます。一本橋できたら私がプレゼントしてあげるよみたいなことを言い出してでねできたね、できた。すごい長いことやってすごいね。プレゼントしてあげてたりしてましたよ。いやすごい教官も楽しそうでしたよ。まあ僕もすごい楽しかったですし、聞いた時ね、まあそのビデオもありますよ。皆さんぜひ見てください。もうねすごい楽しそうでした。やっぱりだけ見てるのも僕はね、オーリーがどんどんこうやってマスターしていくのを見るのがすごく楽しかった。その後ね、やっぱ教習所に行ってたんでちゃんと一発で受かりました。一発皆さん、Yes。すっごい緊張してましたけど、もう一発ですよ。まあその時もね、もういろいろ全部覚えてね。Yeah, because I mean you have to remember the path. There's like path A, path B, C, D, and then they give you one on the day of the exam, and then you have to remember it. And then of course you cannot make a mistake. Or they will tell you, okay, go left and right. But my Japanese was really bad, so of course that was not an option. Ipponbashi, right? The right timing. 7秒 ?8秒何秒か覚えてないのに。あとは zigzag, you know, I call it. Yeah, you had to get it right because if you made one mistake, out. アウトだからね。そうね。しかもあれだからこう、すごい厳しいね。オリもちゃんとやるんですよ。こうやってなんかこんなこう指さして OK みたいな OK みたいなやるでしょ。OK 後ろ OK みたいな。Yeah, you had to exaggerate the gestures. コロンビアないでしょそんなの。そう、コロンビアのそんなの難しいじゃないね。私は知らないけど。Like I know if you know how to ride a motorbike, like you just go and take the exam, but the exam is just showing you know how to turn on the bike and ride the bike for a while. But there is no like this course where you need to go the zigzag where if you fall, no, I mean you can make mistakes and it will be okay. There's no ipponbashi or anything like that, you know. So I think it's easier. It's not that strict. Like in Japan, you feel a lot the pressure. Like you gotta do it right. There's this guy in the tower watching you over there. Every movement, you're like トランシーバーでね。Yes. こんなんやってね。いやすごいね。いやだからやっぱ日本は厳しいみたいですね。その免許取るのも。だからまあおかげでちゃんと取れました。そしてそのおかげで日本語も勉強になったんでオリにとってはすごい良かったですよ。オリが免許を取って一番最初に運転したバイクカブです。スーパーカブ。ただこれは免許を取る前から実は乗ってました。 50cc のスーパーカブね。車の運転免許 50cc まで大丈夫だからね。そうそれで当時は、オリね英会話の塾で働いてたんですよ。でそれもずっとでもここから、駅までね。あ、そうだ、駅まで行ってたか。駅はまですごい遠い。50cc まで日本は30キロまですごいの。雨の日とかこんなんやってましたよ。でそれも壊れた全く動かない本当にボロボロだったやつをもらってで2人で直してそれに乗ってましたね。でその後KCR125 っていうバイクに乗りました。すごいかっこいいね。形は TR の近いね。そう、すっごい似てるんですよ。そう、すごいかっこいい。あれ I love that motorbike actually. なんかベトナムのベトコンみたいなベトコンって言い方がいいのかわかんないけど、なんか本当にスタイルかっこよかったね。Yeah, so I love the color, the shape of the motorbike. It was really nice, right? それもちょっと問題があって、まあオーバーフローしてたり、でそれもまた全部バラバラにして直したね。それも基本全部バラバラにします。But I wanted at least a 250cc motorbike because we wanted to go touring together, and 125cc is quite small. So that's when I got this beautiful motorbike. そうですよこれ。でももらった時そんな綺麗じゃないね。もっとボロボロでしたよ。もっとボロボロでしたよ。こんなんじゃなかったです。本当はクラブマンを手に入れる前にオリが欲しかったバイクがあったんですよ。買おうと思ってたバイクがレボとゼロ。
どっちがいいかもう全然タイプ違うのでね、片方アメリカンみたいなので片方オフロードで。 So I went to Red Baron and I got to try the Rebel ones, and I still think that it looks very cool. That the shape is かっこいいね。 awesome. But when I got on the bike, I didn't feel it. Like it wasn't meant for me. Like it's too like my legs were too up. セロは But I still セロはかっこいいね。今そう。今見てもかっこいいですよ。そうそうそう。セロはすごいかっこいいね。もっとしかもオフロードタイプすごいかっこいいね。厳しいんですよ。セロのなんかプレミアムモデルみたいなのが欲しいっ Yes, て言っ but was て。 it like for the 30th or 40th anniversary? They got this orange Cero bike, and it was あの so cool. ホイールのところがね。 Yes, すごいかっこいいそのセロ。あれずっと欲しがってたんですけど、すんごい高いんで、でいつか多分ねセロ。もしかしたら乗るかもしれない。でそんな時にネットでヤフオクでクランマーのボロボロのやつを見つけて。全然違うね。全然いや違う。最初は俺がだって欲しすごいボかったのね、ロボロだから。最初は俺が欲しかってかっこいいなクランマーになって I think he has a way of convincing me because I mean like he wanted the Clubman and now it's my motorbike, but I love it. そうね yeah, so you have your way around me. でそれネットでインスタとかでカスタム結構やってる人がいたんでクランマーのそうね。これを見せたわけですよ。でまあ俺のもう一台バイクにしてもよかったけどそれじゃまあつまんないんでキムコじゃなくて 250cc のバイクが欲しいって言ってたんで、それクラウマーをなんとかオリのバイクにするためにもいろいろこうカスタムのやつを紹介してたんですよオリの。 Started getting into my head. そしたらかっこいいのがあったんでね。そうそうそうちょっとこういうすごいかっこいい感じのタイプのカスタムをしてる人がいて、それを見てかっこいいこれはやりたいってなってもうすぐポチですよ。 Yeah, before these, actually, I didn't know how people change a lot their motorbikes and customize it and everything. So it was my first time like really looking into some examples, and I was so amazed, surprised at how the people do it and what they do with their motorbikes. I mean, すごい。 some crazy models, but really awesome. 日本はねそう本当に特にすごいみたいですよ。オリがこっちに来て日本に来て結構やっぱバイクの文化っていうのがすごいって言ってますね。That's when I realized, like, okay, I got this Boro Boro bike, like Flatman, and I can do something with it, something that I would really like. And so I agreed to Kaito, and I said, okay, let's get that Flatman. で結局直しました。 And I don't regret anything. いや really, もうそれは super そうでしょ happy. こんなにかっこよくなったんだから。私がバイクで一番好きなところがライダーさん。日本ね、すごい面白いね、それは。みんなね When we were traveling together, and then I was sitting on the back, and Kaito was driving, and I saw everybody like saying hi like this. And I was like, wow, what is this? You know, because in Japan, probably most of the people are shy, and you don't usually say hi to strangers. And so when I saw people driving their motorbikes and then just saying hi, I was so happy. Hey, there, hi there, hi there, all the time. いや確かに僕も初めて親父が亡くなって行った時にみんなが「はい」ってこうやってくるじゃないですか。あれ僕全く知らなくて、で僕はてっきり親父がすごい有名な人だったんじゃないかと。だから親父がすごい有名だからこのバイクを見てみんながこうやってやってくるんじゃないかなと思って勘違いしてましたけど違うんですねあれは。そう、違うね。みんな優しいからね。あれなんていうか知ってる？こうやってやるとうん、知らない。やえっていうんだって。いや、何それ。アメリカからあれ確か来てる文化であーみんなイエあーイエって書くのをみんなこう日本人こう間違えてやえって呼んだらしい。それでみんなやえ。ここ書いてあります。なんでわいなんで手使うの。それはすごい日本人。日本人やえいつもね。ね。いやそれは日本人ですからこうやりますよ。やえ。そんなんだからみんなこうやってやるのをオリもまあ僕もびっくりしましたね。So when I got my driver's license, that's when I had the Kimco bike. So we went on a ride for my birthday. We went to Senjojiki, 皆さん。On that day, that was the first time riding it, and it was the first time I got to ride your あ motorbike あそうね too. 乗せてあげましたよ。そう乗させてあげました。運転けどさせてあげまし皆さん、私のバイクを、乗った時、私はすごい嬉しかった。一番最初、乗りましたね。すごい嬉しかったけど、カイトは OK 乗ってあげます。カイトのバイクを。And then I rode his motorbike, and he was like, whoa, nothing compared to the た。125と225ね。 Yeah, 違 and う your bike, I think it has been well maintained. Like your dad took great care of his bike, そうね。 and now like when you ride it, you feel it like so smooth. It's really amazing. Like nothing compared with the Kimco motorbike, unfortunately. So once I rode your bike, I was like, oh, Kimco, I love it, but 本当にカイトのバイクの方がいいね。そうと思ったね。それで250が欲しくなったね。そうそう。そうだったね。
で日本でオリがびっくりしたのってやっぱこう日本のライダーの人たちってすごいこうバイクがなんでもう宝物のように The fact that you are not allowed to touch somebody else's bike. Like now I understand it a lot better. And I respect that. But at the beginning it was like, of course it's somebody else's motorbike, I wouldn't touch it, but it was your bike. And then Kaito didn't allow me to touch it. That was so weird for me. I was like, are you being serious or are you joking? 最初の頃ね。今分かってるね。いやそれは親父からなんかそうずっと教えられてたんで、もう人のバイクは触っちゃダメだと、触っていいのはもし触っていいとしてもタイヤとシートだけだってなんか言われてたんですよ。そうだから I thought it was weird ね。私からyeah. Then when I got my motorbike, started meeting more people, I understood that it's just part of the culture, and now I respect it. 日本のやっぱりバイク文化って特殊ですよ。ただ本当に僕は好きです。そうね。道の駅もね。道の駅もみんな話しかけ、やっぱバイク乗るとみんな来るね。話しかけてくる。どんなバイクはどこに行くとかね。そう。すごいね。すごいですよ。車の人とかもたまにこんなんやってくれる。うわいいねみたいな。旅とかしてると。I love that. I mean, I've never experienced that before. そう特に日本はね。海外だったらみんながフレンドリーになるっていうのは分かるけど、日本でみんながフレンドリーになるっていうのはいいよね。バイクがあるからこそこういう体験ができるっていう。なので皆さん、なんとオリは日本でバイクの二輪免許を取ったわけです。そう皆さん、私がバイクの免許取ったらのだから皆さんもできます。そうですよ。日本語喋れなかったんですよ。まずこれが一つ目のチャレンジですけどね、これがゴールじゃないわけです。ゴールじゃないね。ゴールは日本一周するです。そうです。バイクでね、いろんなところ行きたいわけです。そしてこれもまだゴールじゃないです。ただの一つの目的でしかないです。もう一つやりたいことはジャコです。そうやっぱり冬は僕ら寒いの苦手なんで、特にコロンビアなんて赤道直下なんで寒いの無理なんで寒い中でバイク乗るのは僕らはあんまり好きじゃないです。なのであったかい時にね、バイクで回ってで寒くなったらジャコキャンピングカーで他を回る。Wanna balance our lifestyle, yeah. Motorbikes, camping car, we wanna bring everything together, right? That's what we love. And そう、yeah. そうでございますよ。なので今のこのタイミング、この時期はもう少しバイクをやらさせてください。キャンピングカーもうちょっと後ね。待っていただいている方、もう少し待ってください。すいません。秋ぐらいから本格的にやり始めるんで、それまではちょっとバイク旅楽しみ、皆さんでこう一緒に楽しんでいきましょうよ。そしてこの日本編が終わったらですね、そのうち南米とかありますよ。この南米をこう回って、それは夢ね。最初からずっと前からね。オリもでしょ。そうずっと前からバイク好きの前も、ね、やりたかった。声です。もう絶対やりますよ。そう僕も第2のチェゲバラと言われるように頑張りますんで。We promise to bring always fun adventures to this channel. You'll never get bored. なので僕らの動画を、この動画気に入っていただいた方、ビッグなタムスアップ皆さん。そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた来週お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。もういいよこれ。